痩せにくい、むくみやすい、疲れやすい、老けなど感じる。この4強、一つでも心に響いた人は朗報です。これ、全身にある各リンパ節が詰まっている可能性が高いので、流せばええだけなんで、その方法を教えちゃいます。すごい、セルフケア教室の生徒の皆さん、戦わない格闘家整体師のノブです。戦わんのかいと思ってる皆さん、実は相撲をやってリンパ節も詰まりまくってむくみがひどく引退しました。そもそもリンパ節はよく聞くけどなんやねんって思っていませんか？リンパ節は主に2つの役割があって、1つ目は体の中に入ったウイルスや異物を各節々にあるリンパ節で除去する免疫の機能の役割。もう1つは老廃物を回収、そして運搬していく排泄機能の役割のこの2つがあります。特に現代人はスマホ、パソコン、長時間の同じ姿勢でストレス。そうなるともう疲労や筋肉のもう硬さからリンパの流れが滞ってしまって、免疫の低下やむくみや、そして疲れが出やすい方が多いです。そこで今回はノブ先生の考えを、寝る前に全身にある主要な6個のリンパ節をしっかり流れるようリンパドレナージュルーティンで速攻を翌朝ほっそりしてむくみも解消し、疲れにくい若々しい肉体を手に入れる学習の授業になります。ここでこのコミュニティの皆さんにお伝えせなあかんことがあります。リンパ節の各部分の流れが悪いからって、実はやってほしくない行為があります。このようにいきなり各部にあるリンパ節のあたりを揉みほぐしたりです。これほんま飽きません。やる順番がちゃいます。ここで各リンパ節の流れが滞る原因の解消の仕組みは、全身のリンパ節は6箇所あって、膝下、鼠径部、お腹、脇の下、頸部、そして鎖骨あるんやけど、この鎖骨下リンパというところが最終的に汚れた血液を回収していく静脈と繋がっていくから、一番最後の鎖骨下のリンパドレナージュをしっかりと一緒にやっていきましょう。その6箇所のリンパ節の流れをギュギュギュッと止めちゃう固まっている筋肉があります。実はその固まる筋肉は他にズボラな筋肉が怠けて、その役割をかばって固まっているだけなので、狙うところをちゃんと狙わないと間違ったことをやってもったいないだけなんですよ。ではどうすんねんということで、格闘家整体師ノブ流の考える各リンパ節をドバドバ流す流れとしては、今回の専門的なリンパ節6箇所のズボラ筋の筋肉は、1箇所目のズボラ筋は膝から足首までを支える2つの専門的な筋肉。ここがズボラ筋なので、質化節リンパ節の流れを止めちゃいます。2箇所目のズボラ筋は骨盤股関節、骨盤から膝までを支える2つの専門的な筋肉。ここがズボラ筋なので、ここの鼠径部が固まって鼠径リンパ節の流れを止めちゃいます。3つ目のズボラ筋は背骨骨盤股関節までを支える肋骨骨盤背骨までを支える腹部のインナーマッスル、2つの専門的な筋肉。ここがズボラ筋なので、腹部が固まって腹部リンパの流れをギュギュッと止めちゃいます。4箇所目のズボラ筋は肩甲骨の裏から腕までつく筋肉、肩甲骨から肘までつく筋肉の2つの専門的な筋肉。ここがズボラ筋なので、液化が固まって液化リンパ節の流れを止めちゃいます。6箇所目のズボラ筋はこれ合わせてできます。肩甲骨の裏から肋骨まで支える筋肉、もう一つは肩甲骨の内側から背骨までを支える2つの専門的な筋肉。ここがズボラ筋なので、頸部鎖骨下まで固まって頸部と鎖骨下リンパの流れをギュギュッと止めちゃいます。結果、この6箇所のズボラ筋を狙い撃ちすると、各リンパ節の流れをせき止めていた筋肉の塊がバーッと溶けて、リンパの流れが良くなり、全身が良くなります。ほんま、このズボラ筋ほっといたら、えらいこっちゃなんです。それでは、動画はここら辺で早速実践していきましょう。めちゃめちゃ簡単です。おまけに寝てできますので、まず1つ目の質化リンパ節の方から流していきます。まずは寝てこのように膝と股関節を曲げます。次に膝をこのようにこうくっつけてもらいます。そのままの状態でかかとをこれ両方動かさないようにしてもらって、足の指をこのように外に、このようにワイパーのようにこう動かしていきます。そうすると、すねのこの横側のところに両方力が入りますので、これをこのように30回やっていきます。いきますよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。案外これだけでもきついですよね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。これだけでも結構全身ポカポカしてこないですか？では、膝下のリンパのやつ、もう一つですね。次は、このように股関節を開きます。
そして足の裏をこのように合わせていただいて、かかとは離さない。そのままの状態で足の指をこのように天井の方に上げていきます。そうすると、すねの内側のところに力が入るので、それも同じく30秒やっていきましょう。そのままの状態でこうやって上に上げます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。ではラスト頑張りましょう。もうちょっとですよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。OK です。こうすると膝裏のリンパ節のところがめちゃめちゃ緩みます。こうなると結構ドバドバ流れるので、結構足のむくみとかもめちゃめちゃいいし、ふくらはぎも緩むから、老廃物とかも余計に心臓の方に流れていきます。では次はこの前の鼠径リンパのところをやっていきます。まず最初に股関節と膝をこのように曲げます。このままかかとは離さないで足の親指同士をこのように近づけます。そのままの状態でここですね、膝のところを握り拳1個分ぐらい開けます。次に両方の肘をついた状態でお尻をこのように上げます。そうすると内もものところに力が入りますので、このままの状態を上げたり下げたりを30回やっていきます。ではいきますよ。上げれるところまで頑張りますね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。もう頑張りましょう。1、はい、2、はい、3、4、5、6、7、8、9、10。ラスト頑張ろう。1、はい、2、はい、3、はい、4、頑張って、5、はい、6、はい、7、はい、8、はい、9、はい、10。いいですね、皆さん。なかなかお尻浮いてますよ。鼠径部リンパ、もう一つの方ですね。まず股関節をこのように開きます。そして足の裏を合わせていただきます。次にこのままの状態で足の指をこう上に浮かします。そのままかかとが離れないようにして、このように曲げたり伸ばしたりっていうのを繰り返します。そうすると、もも裏のところですね。ここら辺に力が入りますので、それを30回やっていきます。頑張りますよ。では行きましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ラスト10回頑張ろう。1、はい、2、はい、3、はい、4、はい、5、はい、6、はい、7、はい、8、はい、9、はい、10です。皆さん、これで鼠径部の前のリンパがドバドバ流れてきます。そして体もポカポカしてきます。おまけにこれ結構脂肪の燃焼にもめちゃめちゃいいです。次は腹部の方のリンパの方にやっていきます。まず最初にこのように股関節と膝を曲げます。次にやる側の方のお尻を少し浮かします。そして手のひらを上に向けた状態でこのままで肩をぐーっとこう下げたり上げたり下げたり上げたりします。そうすると脇腹のところに力が入ってくると思うんで、それを30回やっていきます。いきますよ。1、はい、2、はい、3、はい、4、はい、5、はい、6、はい、7、はい、8、はい、9、はい、10。頑張ってー。1、はい、2、はい、3、はい、4、はい、5、はい、6、はい、7、はい、8、はい、9、はい、10。ラスト頑張ろう。1、はい、2、はい、3、はい、4、はい、5、はい、6、はい、7、はい、8、はい、9、はい、10です。では同じく反対もやっていきますよ。お尻を浮かします。そのまま手のひらを上に上げます。そして肩下げたり上げたり上げたり上げたりすると脇腹のところの力ですね。これ30回いきますよ。ではいきます。やった1、はい、2、はい、3、はい、4、はい、5、はい、6、はい、7、はい、8、はい、9、はい、10、はい、1、はい、2、はい、頑張って4、はい、5、はい、6、はい、7、はい、8、はい、9、はい、10。ラスト1、はい、2、はい、3、はい、4、はい、5、はい、6、はい、7、はい、8、はい、9、はい、
です。いいですね。バンバン流れていってます。次は液下の方のリンパ節の方をやっていきます。このように肘曲げて少し脇を上げます。そのままの状態で手のひらでお腹をぐーっと押さえます。そうすると肩の前、脇の中の方に力が入りますので、それを押したり離したりっていうのを30回やっていきます。ではいきますよ。ぐーっと押さえます。1、離して、2、3、はい、4、はい、5、はい、6、7、8、9、10、はい、1、はい、2、3、4、5、6、7、8、9、10、あと10回頑張ろう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。 OK です。もう一つありますので、もう一回やりましょう。まず肘を曲げます。そして手のひらを自分の方に向けます。このままの状態で肘を伸ばしたり曲げたり伸ばしたりっていうのをやります。これ伸ばす時にぐーっと伸ばしてください。これが重要です。そうすると二の腕のところに力が入りますので、それを30回いきます。いきますよ。ぐーっと伸ばします。伸ばす時に頑張ります。1、はい、2、はい、3、4、5、6、7、8、9、10、1、はい、2、はい、3、はい、4、はい、5、はい、6、はい、7、はい、8、はい、9、はい、10、ラストですよ。1、はい、2、はい、3、はい、4、頑張って、5、はい、6、ファイト、7、はい、8、はい、9、10です。皆さんいいですね。どんどん僕もメガネが曇ってきました。そしてここで最後の頸部と最も重要な鎖骨下のリンパ節の方ですね。ここを今からやっていきます。まず2つあるので1つ目からです。まず最初に肘をこのようにつけます。そのまま手のひらは自分の方に向けていただいて、肘をしっかりぐーっと押さえます。そうすると胸がぐっと浮いてきますので、そうなると肩甲骨が寄ってきます。背中のところと肩甲骨の間のところに力が入っているのがベストです。これを上げたり下げたりっていうのをやっていきます。30回ですね。ではいきます。1、はい、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、10、あとも頑張ろう、頑張ろう。1、はい、2、3、4、5、6、7、8、9、10。あと10回。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。そして最後のほんと最後です。このような形で手のひらを肩に乗せます。そのまま肘を天井よりか斜め下の方かな、斜め上の方にぐーっとこのように上げたり下げたりします。そうするとこの脇腹のところに力が入りますので、それを30回いきます。上げたり下げたりですよ。この前に出すときは結構重要です。この時に脇腹のところ力入るんで、これ30回いきますよ。ではいきます。ギューッと1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。頑張ろう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ラスト頑張りますよ。1、はい、2、はい、3、はい、4、5、はい、6、はい、7、はい、8、はい、9、はい、10。完璧です。皆さん最後まで素晴らしい。ほんとこれでもう全身のリンパ節が門がバーンと開きましたので、ドバ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 リンパが流れてますので、翌朝めちゃめちゃスッキリです。これ寝たままできるし、正確にはたったこれだけ。めちゃめちゃ簡単ですよね。この毎日寝る前の行動力、これがセルフ健康貯金への秘訣ですからね。ほんま貯めてちょうだい。最後にこのリンパドレナージをしてみて、翌朝の感覚が変わった方はコメント欄から教えてください。もし変化がなかった方は、1箇所が終わってストレッチなどを付け加えるなど、膝下でしたらこのような形でぐーっと伸ばしてみるとか、そのようにちょい足しで変えることによって自分に合ったセルフケアを選べるようになってきますんで、体の仕組み、解剖学を学んで美しい
健康な体に変化していきますので、知識不足で自分の身を守ってくださいね。少しでもためになった時は、高評価、チャンネル登録、そしてコメントが私の最大の励みになりますので、応援よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。